おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはリアデフのオーバーホール組み立て編です。以前の動画でリアデフ分解したんですけど、刃当たりも良くないし、バックラッシュもでかかったし、ベアリングは傷入ってるしで、フルオーバーホールが確定しました。で、分解するところまでやってたんですけど、部品待ちだったベアリングとか新品部品、これが届いたので、再使用できるものは部品洗浄して、新品交換する部品は全部交換。で、精度とか測定して、きっちりと調整して気持ちよく走れるように組んでいきたいと思います。それでは作業スタートです。まずはデフ玉の分解から。LSD なんですよね。ただ刻印とかがないからメーカーわかんないけど、パッと見た感じはマツダスピードの 2way なのかなっていう感じがしてます。まあ分解すれば 1.5way なのか 2way なのかもわかるし、とりあえず分解して中のフリクションプレートとかも汚れてるから全部きれいに洗浄してやっていきます。まずはギアを外して、でベアリングを外します。あ、かかるか。そしてここにプラスネジ、プラスの皿ネジがあるので、これ外していきます。これ外せばこっち側のカバーが外れて、これを2つに割ることができます。中のスプリングが効いてるからいっぺんに外さずに少しずつ。よし、外れた。これで蓋が開きます。崩さないようにそーっと。順番間違えて組みたくないから。よいしょ。よし、取れた。 LSD2way だ。2way だ。やっぱ松スピかな。にしても汚いな。ほら、これはやっぱ一回開けて洗浄をかけるのが正解だったかな。順番間違わないように写真だけ先に撮っとこう。まずはこれがスプリングでしょ。これ皿バネみたいな感じですね。若干こう反ってる。これがこの向きでこうひっくり返しておいとくか。でフリクションプレート。仕組みはバイクのクラッチとかと同じような感じですね。プレートが交互に入ってる。スペーサー。これが中のギア。こっち側で LSD 本体に引っかかります。本体って言っていいのかな。中のシャフトの方に引っかかります。こうだからひっくり返してこうで、次またプレートがあって、今度これは外側に爪がついてるんで、こっちのケース側に引っかかります。あ、ごめん、こっちプレートついてたからこうだね。こうが正しいです。よいしょ。これでここカバー外して、あ、汚いな。でここがギア。よいしょ。この軸の部分がこっちに効いたりこっちに効いたり、要は進む側、そして戻る側、エンブレが効く側の効きがここですね。これが半分みたいな感じになってると 1.5way。 これ両側に効くようになってるから 2way ですね。よいしょ。でこれギア外して、でこっちも、あ、これは1個ずつ外すと分かんなくなるから、これこのままにしとこう。中はこういう感じ。
これで全バラ。プレートは全部交互に入ってて、2枚3枚か、3枚と一番外側がスプリングですね。とりあえず洗いますか。結構オイルでギットギト、ギットギトなのはいいんだけど、この液体ガスケットを噛み込んだこのオイルをそのままにしとくのは良くない。とりあえず部品洗浄していきます。部品洗浄終わりました。状態すごく良かったです。摩耗も全然ないし、傷もないし、はかけもないし、まだまだ使えそう。っていうか本当全然走ってないんじゃないかな。このケースの内側もプレートが当たる部分とか全然傷になってないしね。まだまだ使えそうです。で、これから組み立てなんですけど、このプレートの厚みとか、あと組み合わせ次第で LSD の効き具合をね、調整できるらしいんですよ。なので、念のためプレートの厚み測定しておきました。ただ、今回組み立ては元通り組んでいきます。どのぐらい LSD が効くのかとかがまだ分かってないので、一旦元通り組んで車走らせてみて、効き具合が強いなと思ったら調整するような、そんな感じにしたいと思います。一応2号機もね、同じ LSD だったから、プレートの組み合わせでいろいろ調整できると思うんで、後々調整しやすいようにメモだけ取っておいた感じですね。それじゃあ組んでいきます。かじらないようにギアオイル塗りながらやっていきます。スペーサー、スプリングワッシャー、このギアのこの横の溝、ここにさっきの内側のプレートが引っかかります。これをね、ちゃんと合うようにはめなきゃいけない。そしてこれであとは蓋をするんですけど、この蓋にもね、刻印というかマーキングがあって、こっちのケースとの向きが決まってるので、ちゃんと合わせて組んでいきます。でサービスマニュアルだと止めるためのネジ、ネジロックスーパーって松田純正品で指示されてるんですけど、今回はロックタイトを使って止めていきます。裏側から
ちにもネジロック剤。ちゃんとボルトも脱脂して、とりあえず第一段階。そしてトルクを上げて、よし、OK。そしてサイドベアリング、ここにつけていきます。で、左右品番同じで全く同じものなんですけど、微妙なサイズの違いでこの後調整するのにね、左右間違ったら大変なので、これがこっち側で間違わないようにマーキングしておきます。これピンク、ピンク、反対側は白。これでベアリング圧入していきます。デフ玉完成。綺麗になりました。ベアリングも新品だから回した感じの手応えがすごくいい。やっぱ古いのと違いますね。デフ玉の組みが終わったんで、次はデフケース、こっちを組んでいきましょう。で、組んでしまうとどういう構造になってるかがいまいち分かりにくいかなと思ったんで、部品を並べてみました。ピニオンギア、スペーサー、ベアリング、ディスタンスピース、ベアリング、スペーサー、コンパニオンフランジ、ナット。こういう順番で入ります。前回分解した時にネックだったのがこのギアの刃あたり。これの刃あたり調整はこのスペーサー。これの厚みを変えることによってギアが前に出たり後ろに引っ込んだりします。それで調整するんですけど、これは実際組んでみないとわからないです。ベアリングも交換だから、このベアリングの厚み自体で当たり加減変わってきちゃうし、一回組んでみて、で、ダメだったらもう一回バラして、ちょうどいいスペーサーに組み替えて、また組む。そういう作業を永遠と繰り返します。だからこっから結構めんどくさい作業が続きます。で、これがもともとついてたスペーサーで、こっち新しく買ったやつなんですけど、FD の部品がね、廃盤になってて、これ RX8 用のやつですね。一応同じものが届くかどうかチェックして1個だけ試しに買ってみたんですけど、サイズとかも全部同じ。ただ部品番号が違うだけだったんで、こっち使うこともできます。あとこれか、ディスタンスピース。これも新品買いました。これ潰れることによってバネみたいな力がかかってベアリングに余圧をかけてちょうどよくしてくれるやつですね。これも潰れて初めて性能が発揮できるんで、古いやつと見比べると若干厚みが違います。古いやつの方が潰れてますね。そんなにね、摩耗したりとか、バネの力がなくなったりとかっていうものじゃないと思うんだけど、せっかくここまでバラしたから新品。そんなに高いものじゃないです。これも古いやつ、摩耗してたから、基本的に部品は全部新品で組んでいきます。さあ、とりあえず組みますか。組まないことには、もしサイズ違った場合、スペーサー新しいのまた注文しなきゃいけないんで、組んでバラして注文してまた組になるかもしれないから、とりあえず組んでいきます。まずはベアリングのアウターからですね。気をつけて、気をつけて、このベアリングのアウターレース、これをデフケースに打ち込んでいきます。かじらないようにオイル塗っときます。アウターレースを置いて、続いてピニオンギアにベアリング入れていきます。そしてこれスペーサー表裏あって面取りされてるんで向き間違えないようにして入れて、ベアリングを入れて、よ
し、ベアリング入りました。そしたらベアリングにちょっと油を多めに入れてあげて、でディスタンスピースつけて挿入。反対側のベアリングにも油をたっぷり。後ろ側から入れてスペーサー、コンパニオンフランジ。一旦古いナットで締め上げます。さあここからが一番大変なところ。ここのナットの締め付けトルク、128ニュートンから284ニュートンで締めなきゃいけません。バカみたいなトルクでここ締めるの。でここをグッと締めることによってさっきのディスタンスピースが潰れてベアリングにプリロードがかかります。ここのフランジ押さえるのにさっきみたいなやつじゃ全然足りないんで、即席で SST 作ってきました。アングルにただ穴開けただけなんですけど、これをここにこうやってセットして、よし、これで長くなったから結構トルクかけやすくなったと思います。でここ締めるようにトルクレンチも新しく買いました。こんなでっかいトルクレンチ持ってなかった。とりあえず128からですね、下のトルクから様子見てって、でここのフランジがちょうどよく動くところを見つけなきゃいけないんで、さあ行きましょうか。うわー、結構力いるね。地面に置いてやった方が良かったかな。とりあえず一回行くか。よっ、よし。絶対地面に固定した方が楽で、ちょっと手間なんですけど、これで一回このフランジのやつを外して、そしてここの起動トルクを測ります。どれだけの力でこれを回すことができるか。あんまり軽すぎるとベアリング遊んじゃうし、重すぎるとベアリングに負担かかっちゃうし、ちょうどいいところを探ります。で使うのはこちら、デジタルのトルクレンチ。本当はプレート型のやつとかがいいんでしょうけど、持ってなかったんでデジタルでやっていきます。あくまでも、参考値だからね、ある程度分かってれば OK。全然トルクゼロ。まだまだ締め込まなきゃいけない。すごい軽いもんね、周りがね。全然閉まってないですね。ディスタンスピースが潰れきってないからベアリングが遊んじゃってる。これをどんどん締めてって、ディスタンスピースをぐっと縮め込んで、でベアリングに油圧かけて初めてここにトルクが出てくる感じになります。もっと締め込んでいきます。さっきのでも締めるの大変だったから、ちょっとここの柱に当ててしっかりと押さえてもらって、でこれで締め込んでいきます。作業姿勢は良くないけど。140でもダメ。ついにここのフランジがガタつかなくなった。これでどうだ。まだゼロ。まだ。重くなった。ちょっと回してベアリングなじませてから、さあどうだ。 1.2 ニュートン。もうちょっとかな。 1.2 ニュートンから 1.3 ニュートンぐらい。悪くないけど、もうちょっと。ここね 1.3 ニュートンから 1.7 ニュートンなんですよ。もうちょっと気持ち締めておきます。
ないですか？バッチリですね。よし、これで OK。 ここのトルク166ニュートンでした。そんなに高くなかったね。そしたらオイルをかけてデフ玉を乗せます。そしてここの両サイドにシムを入れます。今回たくさん買いました。このケースの幅からデフの幅を測って、でそれを引き算してここの隙間測定して、それに合うサイズを出すんですけど、実際ぴったり出ることってそうそうないので、前後何種類か買ってみました。とりあえず中央値で1回スペーサー入れてバックラッシュ測定やっちゃいます。こっち側にまず1枚、反対側にも。これでバックラッシュをチェックします。100分の20、 0.2 ミリか。ちょっとでかいですね。もうちょっと調整しましょう。これをこっち側に寄せたいんだから、こっちを薄くする。薄くして、でこっちの厚みを厚くする。さてこれでどうでしょう。うまくいけばこれで出るはず。お、10、11、いいんじゃないかい。ぐるっとちょっと回して別の場所、12、13。あ、オッケー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 。これでベアリングキャップをつけて、よし、それじゃあ刃当たりを見ていきましょう。ここに来てようやく刃当たりが見れます。光明炭を塗って、もしこれで刃当たりが出てなかったらまた全部ばらしてピニオンのスペーサーを交換して、でもう一回同じ作業を繰り返します。バックラッシュ測定ももう一回。とにかくここの刃当たりがちゃんと出てることを願って回します。でついでに反対側ももう一回見ておこう。最初のよりはいいけど、刃当たりこんな感じ。最初のに比べればまあまあいい。まだちょっとでも内側が強いな。あともうワンサイズ薄くてもよかったかもしれないけど。分解前の刃当たりはこんな状態でした。ギアの奥の方で当たってる超フランク当たり。さすがにベアリング交換したぐらいじゃそこまで変化しないだろうなと思って、ピニオンギア組むときあらかじめ100分の4ミリ薄いスペーサーで組んでこの当たりでした。全然足りなかったですね。もっと薄いスペーサーで組んでもよかったかもしれません。残念、刃当たりがダメ。元のやつよりかは良くなってる。だいぶ当たるようになってきてるしね。ただまだ内側の奥の方で当たってるから、もうワンサイズ薄いのだな。あと100分の3か4薄いスペーサーが設定あるんで、それに交換ですね。
ということで、またさっきのピニオンのところのスペーサー交換して刃当たりチェックしてやるんですけど、映像同じことの繰り返しになっちゃうから、ちゃんとしたスペーサーに交換したところまで映像はスキップします。はい、ということで当たりこんな感じになりました。最初のに比べたらだいぶ中間の方に当たりが移動してきましたね。で、まだちょっとインの方が強いんだけど、使ってると馴染んできて当たりが外の方へ動いてくるはずなので、今回このぐらいでやめておきましょうか。ちなみにこのバックラッシュは調整し直して、今ね、11から13ぐらいになってます。だからすごくちょうどいいところに調整ができた。よかった。やっと進める。そしたらもう一回ばらして、この光明炭掃除します。よいしょ。いいよ。多分光明炭ついたままでも大丈夫だと思うんですけどね。なんか人によっては洗い流さずにそのままデフオイル入れちゃう人もいるみたい。ただ僕は気になるので念のためざっと流しておきます。そこまでしっかりじゃなくてもいいと思うけど。はい、こんな感じになりました。そしたらオイルシール打ち込んでいきます。今回使うのはマツダのなんですけど RX8 用のオイルシール。 FD のやつとはちょっと違います。いやサイズとかは全く同じなんですけど、ゴム質が違ってエンジンのクランクシールとかに使われてるのと同じやつ。なんか純正の黒いやつ使うと熱で劣化しやすいのか漏れるのが早いとかって言って、この8用のやつを使うとなんか寿命が伸びるとかってショップさんがブログ上げてたんで、これ使っていきたいと思います。OK。 そしてシリコングリス、これをフランジ側に塗ってシール側にも塗っとこう。次は古いナットじゃなくて新しいナット、これで締めていきます。そしたらギアオイルをたっぷりかけて、そしてダメ押しのギアオイルたっぷり。よいしょ。そして脱脂して、こっち側も脱脂して、どっちに塗ろうかな。こっちか、こっちだね。ケースちょっと広くできてるから蓋の方に液体ガスケットを塗ります。塗りました。今回グレーの液体ガスケットです。そしてここブリーザーバルブ、これもちゃんと抜けてるかどうか洗浄した時に確認してあります。で問題なかったんでこのまま蓋を閉めてしまいます。
ガスケットのはみ出し具合はこんな感じ。いいね。多すぎず少なすぎずちょうどいいと思います。こっち閉めるとき触っちゃった。からなんかムニムニムニってなっちゃった。ちょっと見た目悪いからここだけ拭いときます。よいしょ。こうね。で、ここ今拭き取って、こっち側もこんな感じ。そしてデフマウントなんですけど、純正、これひび割れしてて中のオイルが出てきちゃってたんで交換です。で、今回使用していくのはこちら。リジットの強化ゴムマウント。ややこしいね。ややこしいですね。リジット社の強化ゴムマウントです。だから実質リジットではないです。FD 乗ってる人たち、本当にアルミのマウントにしてリジットで乗ってる人が多いみたいなんですけど、今回乗るの紙3なので、できるだけ街乗りが不便にならないように、強化のゴムマウントを選んでみました。純正のやつね、そんなに耐久性高くないんですって。使ってるとこの中のオイルまたすぐ出てきちゃうみたいなんで。で、結構値段も高いしね、純正。だから今回は社外品。これで組んでいきたいと思います。入りが良くなるようにシリコングリス塗って、でこれ高さがほらブッシュの方がちょっとでかいので、これ受けが下に必要ですね。片側 OK。 反対側も入れちゃいます。シリコングリス塗って、で内側にこういうカラーが入るんで、これここにこう打ち込みます。これもシリコングリスを塗ります。これ入るの結構サイズ合ってない気がするけど、これいけんのか。作業指示こうなってたからな、いけるんだべな。やってみましょう。これ面でよかったのかな。何にも書いてなかったけど、あ、面でよかったね。反対側もぴったりだ。完成。そしてこれをデフに乗っけて、リアデフのオーバーホール完成です。部品待ちの時間がすごく長かった。でも部品きれいに塗装したし、中身もちゃんと刃当たりとかチェックしてオーバーホールし直したし、これで気持ちよく走ることができるようになったでしょう。ただちょっと気がかりなのは、何回か外して組んでを繰り返したから、それでベアリングに傷が入ってないかがちょっと心配。多分大丈夫だと思うけど、車に乗っけてみて、もしなんかゴロゴロ音がするようだったらもう一回分解になります。でも要領はつかめたし、なんとなくコツは分かったから、次やるときはもっとうまくできるようになってると思う。そしてデフをオーバーホールするのに買ったたくさん余ったシム。あと何台オーバーホールできるんだろう。すごく種類がいっぱいになったから、この後オーバーホールするのは余裕ですね。はい、ということで本日はリアデフのオーバーホール、分解と組み立てと2本にわたってお届けしたんですが、いかがだったでしょうか。いやほんとね、このケース開けた時びっくりしたもんね。液体ガスケットの噛み込んだぐっちょぐちょのグリス状態、そしてマグネットには鉄粉がいっぱい、ギアの当たりも最悪だったし、せっかくいい LSD 入ってたのにね、ただ元のやつとこう取って交換しただけみたいな、そういう状態はね、性能を発揮しきれないし、最悪デフブローする原因になっちゃうから、あんまりね、ああいう組み方するショップさんとかはないと思うんで、多分個人でやったのかなとかって思うんですけど、正直わかんないですね。どういう風にこの車が使われてたのかはわからないので、ただ間違いなく言えるのは、あの刃当たりで走るのは良くない。でもちゃんと調整して組んだら走れそうな感じにはなったので、
これでかみさんに気持ちよく走ってもらえるかなと思います。いや本当に治ってよかったです。もしかしたらギアに負担がかかっててこの先寿命長くないかもしれないけど、またブローした時にはしっかりとオーバーホールしますんで、部品もちゃんとあるしね。極力やりたくはないけど、できるだけ長い期間寿命が伸びてくれることを願って今後の動画で車に載せていきたいと思います。ぜひ今後の動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。